はい、どうも皆さん、こんにちは。IT でやるゲーム情報局のK です。本日、ね、メメントモリの頭の真の夢、アムレイトが登場しています。早速ですけどもね、私なりの考察をしていきたいと思います。で、今回の新キャラ、夏の日の夢、アムレイト。属性は、黄色ですね。で、順番にスキルを見ていきます。最初の1つ目のアクティブスキルは、ライサンダー。一瞬のうちに夜を切り払う雷のようにひらめいた息を切る作。ランダムな。4体に攻撃力360%。で、これがですね、オートバトル、ボスバトルで使用した場合、さらに強化されるので、基本的には長期戦のオートバトル向きということになっています。で、専用武器もですね、対象の数が全体に広がるだけなので、特に PVP で運用される想定というのは、アクティブスキル1ではあまりないのかな。で、このまま次のスキル2、血によりて幕上がる。闇を動かす星の日のように華麗な剣技で敵を打ち倒す。攻撃力が最も高い敵に4回攻撃力520%の物力で追加攻撃が30%で発生しますよというところなんですけど、レベルアップ効果で自分の HP が 50% 以下の場合には追加攻撃100%になる。で、これがどう活かせるのかというと、この後登場するんですけど、アムレートらしく不死身を持っているんですね。なので、基本的には耐久しダメージを出していく形になるんですが、ちょっと不死身に関して注意事項があります。それはちょっと後ほどね、お話しさせていただきたいと思います。で、このまま次ですね、パッシブスキルの1つ目、毎ターン開始時に自身に攻撃力3%増加のバフをスタック。最大20で増加量がランクアップするごとにパーセントに最大になると。つまりマックスだと 100% ということで、地味に強いです。で、こちらですね、ちょっとその前に、最大20スタックなので、この2つの剣1つの違い。理論上最大値を出すためには20ターン経過しなければならないと。で、これがアムレットらしい地味スキルに当たります。大たるものの覚悟の責務を果たすという固い決意で自身が致命的なダメージを受けたとき、で耐える。50ターンの間で物の覚悟を付与する。これが解除となっています。このバフは自身の攻撃力を100%減少させ、不死身を持つ。HP1 で耐える効果と王の覚悟の冬は発動後8ターン経過するまで発動せず17ターン目以降は発動。自身が攻撃を受けて自身の HP が1の場合、自身が付帯している王の覚悟。それが1ゲームですね。どういうことかというと、例えば1ターン目で資料のダメージを受けた場合に、この王の覚悟を発動します。地味で耐えてくれるんですね。で、10ターンなんですけれども、1回ダメージを受けて、その時に HP が1の場合、このターン数を消費してしまうんですね。なので、1ターン目の間にさらに10回追加で HP1 のままダメージを受けてしまうと、不死身が解除されてしまいます。HP1 になって、王の覚悟を付与されて、それ以降、ダメージを受けずに10ターンまで最大、不死身効果を持つことができるというわけなんですね。で、この時に先ほどちょっと注意事項あります。この不死身効果が長くて非常に魅力的なんですけれども、自身の攻撃力 90% 減少させる、ね。なので、このアクティブスキル1とか2とかで、いくらダメージ量が上がったとしても、不死身が発動している間は、しょぼいダメージにしかならない。という注意点があります。で、さらにですね、最大10ターンということは、最大10回まで耐えられない。なので、なるべく不死身効果を発動した後でも HP を回復させてあげる必要があります。で、次発動できるのは8ターン経過後なので、なるべく不死身を保っていくためには2回までしか攻撃を受けちゃダメということになってしまうんですね。で、これはですね、専用武器の、レベル2の評価でですね、ターン数が4ターン経過まで、8ターンから4ターン経過の半減と、最大のリミットが33ターン目以降発動しないとなってるんですけど、もともとは、17ターン目以降は発動しない。なので、長期間、32ターンまで使えるスキルに使用されるんですね。なので、基本的に、パッシブスキルの2つの剣、1つの力の最大20スタックを生かして、不死身も生かすとなった場合には20ターン目以降が理論上最大値となるので、専用武器のレベル2が必要で、当然ながらですね、不死身のままだと HP1 でゴリゴリ関数が消費されてしまいますので、他のキャラクターから回復をしたり、あるいは自身の攻撃でドレインでね、回復したりする必要があります。で、ドレインで
回復したいところなんですけど、繰り返しになりますが、このバフはですね、真の攻撃力を 90% 減少させるので、した量が得られないと。なので、基本的にはちょこっと、この攻撃を受けた時に最大 HP10% でちょこっと回復した後になるべく障壁等を張ってくれる味方がいないと、思った以上に長いこと生き残れないのではないのかなと思う。その辺がですね、ボス戦とかだと、大丈夫だと思うんですけど、やっぱり、どれだけ運用できるキャラクターを持っているかによりますので、初心者の方にはなかなか運用が難しいかなと思います。なので、現実的なところで無課金、未課金、あるいは今後課金していく予定であったとしても、まだ始めたばかりの方にとっては、4武器のレベル2まで育てる目処があって、かつ、このね、モータルの覚悟の攻撃力 90% 減少を考慮して、パーティー編成をできるだけの手駒がすでにお持ちにある方が有効に使えるのではないかなと思います。攻撃力が減るということでね、アムレートも持ってるんですけど、攻撃力参照のスキルの対象から外れてしまうので、その辺の計算がですね、必要になってきます。なかなか、こなしたらかなりしぶとそうではありますが、のアムレートがいれば、どんなクエストも突破できるというキャラクターではないです。ちょっと運用が難しいキャラクターですね。もちろんダイヤにね、余裕がある方は狙ってみてよろしいんじゃないと駆け足ですけれども、今回の考察は以上になります。ありがとうございます。